大丈夫ですか、お嬢様。どこか痛いところはありませんか？ここに落ちてきた時、クッション代わりになれたかと思ったんですが、すみません。どこが痛みますか？嘘って。お嬢様、時と場所を考えてください。でも安心しました。暗いですね。少し待ってください。光が全く入りませんが、ここは戦争でしょうか？さっきまで甲板にいたはずなのに、どうして？叩くような波の音が聞こえるということは、ここは船底と考えて良さそうです。あとはこの部屋は戦争というより書庫なんでしょうか？よく見ると随分と珍しい蔵書が並んでいますし、どうやらこの戦争は錬金術師が自筆も兼ねているようですね。蔵書の種類に見覚えがあります。何より寝泊まりできるように毛布も食料のリンゴもランプもあります。このランプを借りましょう。あれ、そういえば私の帽子は。情けないですね。ここに落ちた時、ずいぶん内身を作ったみたいで。大丈夫です。今晩はあまり派手には動けませんが、少し休めば治りますよ。特製の塗り薬がありますから。いや、自分で塗りますから大丈夫です。フクロウタも心配でしたよね。今日はすみませんでした、お嬢様。この状況を作り出した責任の一つは私です。ファミリーにおいて私の守るべきものはお嬢様とタロッコ。それを奪われることは許されません。そうならないように動けるはずでした。お嬢様を盾にされたというのは言い訳です。今回はお嬢様と無事に再会できましたが、次もこういくとは限りません。あの時は気づかれないように追跡するための術を使うのが精一杯でしたから。もっと腕を磨かなければいけませんね。はい。人に任せるだけでなく、一緒に成長しようとするところ、お嬢様の美徳ですね。
当たり前ではないと思いますよ。フェリチータのいいところの一つです。私はそういうところも大好きです。ああ、すみません。本当に自分の言ったことを思い直すと恥ずかしいものがありますね。えっとたた昼間に受けた怪我が痛んで立っていられないことはないんですが、ちょっと軟弱なところを見せてしまうようで恥ずかしいです。うん。はあ。お嬢様、今日のことを簡単に整理してもいいですか？剣も扱えて錬金術にも長けている。普通なら偏りそうなものですが、彼はどちらも使いこなしていましたね。それ以上に気になるのは、館を出てから再び姿を見た時、彼の首にあざがあったことです。お嬢様を盾に取られた時、私はできる限りで彼を観察していました。首には何もついていなかったはずが、先ほど目にした時にはスティグマータと思われるものがありました。タロッコの契約は原則としてカード自身が選ぶものという研究結果があります。ですが契約の儀式に関しては手法を知らないとできないはず。それに加えてあの謎の霧や甲板で見た動く骸骨の姿を考えると、この船は一筋縄ではいかないようです。ああ、お嬢様が不安に思うことはありませんよ。ファミリーのみんなも船に乗り込んでいますし、それに私がいますからね。ああ。あれ、そんなに頼りないですか？私。確かに今日は情けないところばかり見せていました。でも誰よりお嬢様を安心させることはできると自負しているんですけど。だって見慣れた私の顔を見ればお嬢様はいつだって日常を感じることができるでしょ？それがどんな場所であっても、どんな時であっても。過保護が過ぎるとパパのことを非難できませんね。私はお嬢様に独り立ちしてほしいと思っているはずなのに、いざ無防備に頼られると嬉しさが勝ってしまいます。大丈夫です。階段から落ちた時にバランスの崩れた本があったんでしょう。こんな状況でなければここに散らばっている本を一冊一冊読み解きたいくらいです。知的探求心は抑えられるものではありません。いえ、もちろん本来の目的も忘れてはいませんよ。ただ何が起きるかわからないというのが今の状況です。霧に包まれた幽霊船なんて伝承や物語の中でしか見たことありませんでしたから。
そういえば、お嬢様。さっき話をしている時、あくびを我慢しているのが見えました。私の怪我の痛みじゃありませんが、一気に疲れが出たんじゃないですか？ちょっと待ってください。念のため内鍵をかけて障害物を置いておきましょう。こんな状況だとなかなか深い眠りは得られないかもしれませんが、少し横になりましょう。ちょうどここには毛布もありますし。心配ですか？昔からお化けとかダメですよね、お嬢様。じゃあ今日は昔みたいに一緒に寝ましょうか。ここならお化けも怪物も来ませんから安心してください。今でも私の腕の中はお嬢様の指定席ですよ。これでも怖くないですよね。フェリチータ、そんなことを言われたら私の方が困ります。何でもありません。寒くはないですか？毛布が足りなければ私の分も使ってください。だってお嬢様少し震えていますよ。怖いのか寒いのかは聞きませんけど。なんて少し意地悪だったでしょうか。やっぱりこういうところは昔と変わっていませんね。よかった。いえ、今みたいな危険な状況であなたを一人にせずに済んでよかったなと。昼間はアリアドネーの糸をつける余裕がありましたけど、さっきの甲板ではそんな余裕はありませんでしたから。お嬢様は森に行くとすぐに駆け出してしまいましたからね。転ぶから走っちゃダメだって言っているのに。そうです。確かアリアドネの糸はお嬢様が迷子にならないように。ああ、いえ、すみません。聞いた私が何を言っているんでしょう。どうも思い出せないんですが、眠気が勝っているのかもしれませんね。今日はもう眠りましょう。おやすみなさい、フェリチータ。